週2ぐらいで来てるんで、汁も全部飲んでまいりますし、美味しいですね。ですね、朝からラーメン食べれるって結構珍しいんで、アキラスターですね、京都の背脂系のですね、あっさり食べやすいラーメンですね。チキンは自己資金で1000万ぐらい手元に残って、でもここに全部レベットしました。今日は、スープとチャーシューとタレとかたたきとかの仕込みですね。きなこ豚ですね。ブランド豚、宮崎県のすごい柔らかくてしっとりしてますね。なので前日とかに仕込まないとスライサーで切れない。柔らかすぎて。ももを使ってたんですけど、ももより腕の方が柔らかかったかな。だから金土日が7時から2時で、木曜日だけがお昼の2時間だけ。1日2日を仕込みですね。はい。冷やしを始めたんで、土日は結構たくさん100人弱ですね来ていただいてて、100人はい弱ね。で一番先に背脂だけ入れてます。ちなみに中もね、中にも私は表やから両替とかも手止まるから両替機も買ってるんですけど、なかなか両替ってめっちゃ言われるんですよ。チキンは自己資金で自分で独身の時に持ってたマンションをちょうど売りに出してたんですけど、タイミングよく売れてくれて、それでそのお金で1000万ぐらい手元に残って、でもここに全部レベットしました。工事費が550万で、あと厨房機器もう全部新しいの。あ、そうですね。そうですね。メンテさんにプロデュースしてもらったんで、このお店を。このお店を。はい。ね、2022年ですね。今はもう丸4年経って、今はもう5年目スタートしてるところで。1年ぐらいはアルバイトしに行ってたんですよ。はい、関係なしに。まあ1年ぐらいは行ってたけれども、別に修行はしてないから、1年行った後に私、ほんまカレー屋さんしてたんで、スパイスカレー。これでも指右手と左手1回ずつ手術してるんでね、腱鞘炎からくるバネ指になって、
メン屋さんになってからです。からですこうなってから指使うからですかね。普段全然使ってなかったのに。で今はテニス肘になってます。昨日ちょうどまたお医者さん行ってきました。それも旦那さんが考えたというか、はい、旦那さんがつけてくれました。で私星が好きやったんで、ちょうどいいやんと思って。それは冷やしのだしをスープを作ってます。サバだしの冷たいラーメンがありますね。今それがよう出てるんで、昆布とサバ節を使って。ちょうどコロナが始まって旦那さんと前から知り合ってはいたんですけど、その結婚する話になって、じゃあもうそしたらもうカレー屋さんを辞めてラーメン一本にしようかなっていうことでラーメン屋さんになりました。そのカレー屋さんやってる時もちょっと麺をおろしてもらって使ってラーメンのカレーラーメンみたいなのもやってはいたので、チャーシューのタレを入れてる寸胴で、もう出来上がる頃に合わせて沸騰させてます。これで1時間。紙出し。1回でどれぐらい炊かれるんですか？平日は1回3合から3合ぐらいかな。でもう1回目が
5号とか。豊中製麺さんという麺鉄さんですね、はい、今やってる限定も同じ麺使ってるんで今回は一緒ですねたまに限定でいろんな太いのとか使ったりしてます。
ごめんね、大変お待たせしました。焼き出したのもやしね。結構しょっちゅう来てますね。あ、そうです。はいやっぱ朝からの営業が助かりますね。そうですね、朝からラーメン食べれるって結構珍しいんで重宝してます。アキラスターかなですね。京都の背脂系のですね、あっさり食べやすいラーメンですね。はい、ありがとうございます。美味しかった。よかった、ありがとうございます。ありがとう。はい、いってらっしゃい。初めて来たんですよ。何で知られたんですか？インスタでね、ちょっと他の人がちょっと上げてるのを見て、サバだしの冷やかけがちょっと食べたくめっちゃうまそうやなと思って、全然臭みはなくすっきりした美味しかったです。もう大満足ですわ。空いてる席お願いします。大体毎週は来てて、今みたいに季節限定みたいなこう特殊メニューやってる時は普通のも食べたいし、やっぱ特殊メニューを食べたいなってなって結局土日来たりとかやっぱね、朝食べれるのが嬉しくて、まあまあ年がいってきた関係でチャーシュー麺とかも重たいのも辛かったんですけど、ここのチャーシューめちゃめちゃ美味しくて、朝からでもチャーシュー麺全然食べれて、ちゃんと肉のうまさとかでもありつつ脂身もちゃんと感じますし、あれしっかりね、だしです。サバのだしのスキッとしたスープで、スープもグビグビいけますし、叩きが美味しいはい、チャーシュー麺お待たせね。はい、サバだしの冷やかけね、お待たせ。あとご飯ね。はい、どうぞ。あといいです。気をつけてね。
してるつもりでも、ただ一人なんで手が行き届かんところもあるんですけど、一応お店をきれいにするのもお客様の還元の、一環やと思ってきれいに保つようにはしてます。はい、お待たせね。叩きますね。ちょっと麺も多くなっちゃったかも。ありがとうございます。助かります。お疲れ様でしたです。また来週。はい。もう週2ぐらいで来てるんで、多分それで、はい。で冷やしやった時はもうここ一番なんで。あと最初はもう朝ラーメン最高やから、で7時ぐらいからようアキラの方を食べてたんですよ。で食べてたらまあだんだん期間限定で出てくるものがあってそれ食べて、で冷やしが出た時にびっくりするぐらいうまかったんで、毎週来てますね。サバの風味もきてんのにちゃんとラーメンやしっていうで、まあいい感じに塩分も効いてて汁も全部飲んでまいりますし、美味しいですね。次嫁さんも一緒に行こうって言って3回目嫁さんと一緒に来たんですよ。ほんでまあってなってそっからほぼ毎週来てるんですよ。はい。いやでも最高っすよ。なくなったら困るっすわ。生活の一部っす。ほんまに。ねえ、なんか嬉しいです。そんな言ってもらったら。あるのは胡椒っすね。胡椒をガンガンにかけるんですよ僕は。でうちのはグラインドっていうのを使ってまして、粗挽きと粉々のペッパーをまで合わせた分を使ってもらって置いてます。はい。年末にアキラスターを持ち帰りしてスープで鍋するんですよ家で。友達呼んで持ち帰りできるんですか？冷凍持ち帰りをで家でスターラーメン鍋をするんですよ。スターラーメン鍋。そうめっちゃうまそうですね。ホルモンとかで同じようにネギともやしだけで最後締めに麺入れて。また来週。ありがとうね。気ぃつけて。ありがとうございます。美味しかったです。また来週。まあ週1ぐらいですかね、大体。はい。リピートしたくなるというか、なんか常に食べれるっていう感じの、麺も美味しいですし、なんかスープもこう飲みやすいし、であとまあチャーシュー好きなんでチャーシューが美味しくて、なんかその煮干しとかよりもさっぱりした感じで食べやすくて、でそのなんか麺が、このお店さんやっぱ麺が美味しくて、で冷やしてるんでこう結構コシのある麺でつるっと食べれるんで美味しいです。めっちゃ混んでると思って。今ちょうどいい感じ。私にも心の余裕ができます。はい、お待たせね。そばだしの冷やかけです。白ご飯しようね。はい。はい、ごめんね。まだ熱いのに気をつけてください。チャーシュー丼はどちらに？こちらです。はい。でね、何が嬉しいってその男の人が一人で来といて、また奥さんも連れてきてくれる。もうめっちゃ嬉しいです。で
も40なってからちゃうかな。あ、そうですか。そうですそうです。だから40もう忘れたけど40歳ぐらいまでだから不動産のジムでそっからこれ飲食ですね。もう愛想悪いからもうなんか年々愛想悪くなってきてるなって思います。本当はもう一個やりたいラーメンあるんですけど、それはなかなかでも私また体が一つやからね。ラーメン今ちゃん系流行ってるじゃないですか。私もちゃん系も好きなんですよね。もうお店行ったら匂いもやられる。すっごい美味しい匂い。わかります。わかります。それとは別にやっぱりマスターと2人で一緒に店もやりたいなともご夫婦思ってます。そうですね。はい。わかります。